不動産経済研究所からですね、発表になりました、2024年10月度の首都圏の新築マンションの市場動向についてお話ししたいと思います。まず発売戸数ですが、10月の新築マンションのですね、発売戸数は1833戸でした。これは前年同月比で 23.4% 増ということになります。結構増えたなということなんですけれども、例年この10月はですね、どれぐらいのボリュームが出ているのかということでいけば、このようになっています。つまり去年がですね、1486戸ということで、かなりその前の年や前の年を下回ったことからですね、今年は 23.4% 増えたということなんですけれども、もともとはですね、10月というのは、秋の商戦期ということで、2000戸以上のボリューム感があった、月ということからするとですね、やはりそれほど、物件はですね、出てきていないということが言えると思います。次にですね、単価ですけれども、平米あたり 137.9 万円ということです。これは坪に置き換えると、455.87 万円ということです。首都圏で全体でですね、450万を超えているということは、かなりの、高水準だということが言えると思います。これはですね、23区のですね、物件が10月は牽引したということです。発売戸数では前年同月で7割以上増えたということですし、平均価格も分譲の単価もですね、結構な伸びを示したということがわかると思います。都下はですね、戸数が少ないので何とも言えないですが、神奈川もですね、15.3% 増えたということですし、埼玉はそこまで振るわなかったんですが、千葉がですね、43.6% アップということです。ということで、23区と千葉を中心にですね、それと神奈川もですね、逆に言うと埼玉と都下以外は良かったということで、全体的に 23.4% 増え、価格も高水準だったということです。肝心の契約率ですが、83.3% ということで、かつてないぐらいの高水準だったということです。先に説明してしまいますね、数字を。23区と都下、東京を分けてですね、あと3県を見たときにこのようになってまして、都区部がですね、84.2、神奈川県 84.2、千葉県 86.9 ということで、非常に高い、契約率を示したと。価格帯別に、グラフで見ていきたいと思います。まず首都圏全体ですが、このようになってまして、すべての価格でですね、良かったということが言えると思います。前月はですね、オークションの売れ行きが振るわなかったというお話をしたんですけれども、今月はそうではなかったということです。都区部をご覧いただきますと、5000万円台、6000万円台で少し下げてますけれども、それ以外はですね、そこは戸数が少ないので、大きな影響を与えてないわけですけれども、戸数が多かったですね、1億円以上から2億円までのこの価格帯がですね、91.6% だったということです。後ほど要因はですね、お話ししたいと思いますけれども、先に数字だけお話しすると、これは都下ですね。それと神奈川はですね、全価格帯で 70% を上回っているということです。神奈川が非常に良かったですね。そして埼玉、千葉ということで、千葉もですね、郊外ではあるんですけれども、高価格帯がですね、非常に売れ行きが良かったということです。首都圏全体改めて見たときにですね、本当にこの10月はそれまでの月から考えられないぐらいですね、いい数字を残したということです。これはですね、いくつか理由がありまして、まず一つは、豊見タワーという湾岸エリアのですね、大規模物件、これがこの第1期一次という、最も好成績を残すこの一番最初のキャンペーンがですね、この10月カウントだったということです。これが
220数戸だったと思いますけれども、即日完売ということで、全戸にですね、登録が入り、申し込みが入ったということです。これが一つですね。計算してみたんですけども、この豊見タワーを除くとですね、どれぐらいの数字かというと、全体 83. 点いくつなんですけども、大体ですね、6% から 6.5% ぐらいの影響力があったということが言えます。それともう一つは、このタワーをはじめとする他のエリアでのですね、タワーマンション、この売れ行きもですね、非常に良かったということで、9割以上の契約率だったということですね。ではその首都圏全体でそのタワーマンションの戸数を引いて考えたらどうなるかというと、それでもですね、その影響力がだいたい 6% から 6% 前半ぐらいの影響力だったということですから、83という、70% の甲府町ラインからすると 13% 以上ですね、数字が上積みされたわけなんですけれども、そのうちの半分ぐらいがタワーマンションが売れ行きを牽引したということですね。影響があったということです。さらにその、もう半分ぐらいは何かというと、これは不動産経済研究所の方にヒアリングをしたんですけれども、今まで良くなかったですね。夏から秋にかけてずっと数字が低迷してたんですけれども、この数字が低迷している時っていうのはデベロッパーは要は売り出そうとしている物件にお客さんがつかないわけですから、なかなか売りに出せないんですね。そのなかなか売りに出せないものがずっと溜まっていたと。それに対して時間をかけて集客してきた分がですね、ここに来てようやくお客さんがついたので、それが売りに出せたと。そういうプロジェクトが10月に集まったということをですね、これが2つ目のですね、大きな理由じゃないかというふうに、おっしゃってました。もちろん中にはですね、タワーではない大規模の人気物件が入っているとか、いろいろ、さらに、要因はですね、分散できるんですけれども、一言で言うと、時間を長くかけて、何ヶ月もですね、かけて、集客してきて、それがようやく、契約が見込めてですね、発売することができたという、それが、その集積がですね、この数字になったということですね。逆に言うとですね、またこれから一から集客をし直さなきゃいけない物件も中にはあるということですから、12月はですね、もう大体閑散期に入ってきますので、今月、11月いっぱいですね、どういう数字が出るのかということと、年明けどういうスタートが切れるのかというところに、注目していきたいなというふうに思います。ということで、在庫ですね、在庫は、減りつつあります。完成在庫は1ヶ月前なので、これは少し逆に増えていました。ということで、発売戸数、在庫、完成在庫、単価、そして契約率ということです。ライブをですね、やってます。次回はですね、11月の30日ということで、物件探しライブということでやってるんですけども、なかなかですね、物件情報、これ面白いなというものが、たくさんあるというわけではなく、最近できたことをつらつら話してるだけなんですけれども、ご興味のある方はお聞きいただいて、チャットでも何でもですね、質問していただければと思います。それと物件評価レポートですが、おかげさまでですね、ちょっとこれまでの納期よりも少し長くなってきてしまってまして、大体翌々営業日にはお出しできていたんですけれども、今立て込んでましてですね、1週間ぐらい見ていただいた方がいいかなというふうに思います。ですので、たまにですね、今週末申し込みしようかどうかとかですね、契約がもうすぐなんだけれどもとか、あまりですね、その物件に惚れ込んだ状態で依頼をいただいてもですね、どうかと思いますので、割とフラットな状態で、前向きに検討しようかなと思ってるんだけれどもぐらいのタイミングでですね、いただいた方がいいのかなというふうに思います。物件プロフィール、それと購入の目的、背景、不安な点をお教えいただいて、公的資料をもとに多角的に評価をしてメリットとリスクに分けて推奨度という形でレポートをまとめてます。オーダーメイドでやってますので、皆様の購入目的、背景に応じてこの物件はどうなのかという視点でまとめてます。この物件評価レポートの、
お出しいただいた後にですね、アンケートをお願いしてまして、そこの中のフリーコメント欄を AI に読み込んで、逆にこのサービスの5つの特徴は何ですかというふうにまとめてもらってます。ノートに、掲載してますので、ご興味のある方は、これは一体どういうサービスなんだろうというのを、逆にこの、AI がまとめてもらった文章をですね、読んで、いただければなというふうに思います。その過程の中でですね、比較的認知が低い知識、ノウハウというものを、メンバーシップの動画で公開することにしました。これもですね、ご興味のある方は、メンバーシップを説明した動画のリンクをですね、概要欄に貼っておきますので、ご興味のある方はご覧ください。ということで、メンバーシップのリンク、ボタンはですね、ここになります。さらに、そこの中でも少し簡単に説明をしてますけれども、メンバーシップになる方法というのはこのようなプロセスになります。買いたい人、売りたい人向けにですね、検討段階に応じてですね、動画だったり、メンバーシップの動画だったり、ノートの記事だったり、物件評価レポート、であったり、それとですね、最近売りたいというご相談もいくつかいただきましたので、個別相談でですね、対応しようと思ってます。すべてですね、このアドレスに、どこに問い合わせしたらいいのかというのは、このアドレスにですね、いただければ、ご返信のメールをお送りいたします。はい。ということで、今日は2024年10月度の新築マンションの市況についてお話をしました。今日の動画は以上です。